今週の週刊八丁直では、先週の下りホームの階段工作に続き、上りホームの階段の工作をご案内してまいります。よろしければ最後までお楽しみください。上り線の階段工作を始めます。下り線の階段と同様に坂通ギャラリー製の階段を使用します。最初に見本になる階段をカッターで切り出してチョッパーで切り出します。同じ部材をサクサク大量にカットできるチョッパーの使用方法は概要欄にリンクを貼りますので、そちらの動画のチャプターチョッパーの使用方法の紹介をご参照ください。早送りではありますが、ご覧のようにサクサクと同じ部材をカットすることができます。上り線の階段は下り線と同じ3段構成にしました。京急線ホームから数えて2カ所目の踊り場で階段方向を変えることにします。仮組みした下りホームの壁を使って階段と階段の間隔を調整しました。ちょうど壁2枚分の隙間ができるように調整しています。目印をつけてカットしました。切り出した踊り場の部材を接着しました。フライタから切り出した外壁の部材をあてがい、イメージを確認しました。同じ部材を4枚切り出します。この部材は1、外壁サイディングと飾り帯、2、外壁下地、3、内壁サイディング、4、内壁下地となります。次に道路側の外壁部材を作ります。線路側の壁の部材の踊り場通路の部分をカットするイメージです。線路側の壁材を型にしてフライタから部材を切り出しました。切り出した1枚目を調整します。線路側の外壁の踊り場部分をカットしますので、線路側の壁材をあてがい、カット位置を決めてカットしました。道路側の外壁の部材を切り出しましたので、線路側の外壁の部材とともに階段にあてがいました。引き続き踊り場から JR 線のホームまでの階段の外壁を作ります。作り方は今までと一緒ですので、動画を早送りでご案内します。飾り帯の材料を切り出したので接着をします。飾り帯の太さは下り線と同じ幅にしました。線路側と道路側の両方の外壁に接着しました。次に床下の H コを作ります。製作方法は前回の動画週刊八丁縄手7、古線橋2のチャプター H コ工作1、2、チャプター床下工作1、2も合わせてご参照ください。概要にリンクを貼っておきます。前回下り線の H コ工作で何度もやり直すという貴重な経験ができましたので、今回はサクサク進めていきます。部材同士を T 字型に接着をして、最後の部材を細く切り出したプラ板の真ん中に接着しました。部材は踊り場用のものも作っています。H コができましたので、もろもろの確認をします。外壁材を階段にあてがい、そこに製作した H コをあてがいました。大丈夫そうですので工作を進めていきます。 H コと H コの間にプラ板を接着して床下を作ります。床材に使用するプラ板を用意します。プラ板がカット時にずれ動くことがないようにマスキングテープで仮留めをしました。そこに H コと階段をあてがい、床幅を調整しました。目印をつけて床材を切り出しました。切り出した床材を H コに仮止めします。両側に H コを仮止めしていきました。階段をあてがって確認をします。床幅は問題なさそうです。床材を H コに接着します。京急線のホームから踊り場までと踊り場から JR 線のホームまでの両方の部材の工作をしました。続いて踊り場の床材の工作を実施します。踊り場の床材になるプラ板は階段同士の折り返し側になる接合部の工作を慎重に進めました。くの字になる接合部は瞬間接着剤を持って強度をつけました。下り線の柱材を参考に上り線の柱材を製作しました。柱材ができたので外壁材と内壁材 H コマスキングテープで仮止めしました。電車を用意して古線橋の高さを確認しました。古線橋の屋根が少し高すぎるようです。上り線も同じサイズで製作していますので、屋根の高さが少し高すぎるので調整をしていきます。
仮止めを外し電車をあてがいます。外壁部材の天井側をカットして高さを低くすることにしました。目安を決めたらマスキングテープで部材を仮止めしてカットをしていきます。定規をあてがいながらもう一度確認をしてカットをしました。カットはしたもののすごく不格好ですので電車をあてがって確認しました。ちょっと切れすぎてしまいました。しばらく頭がフリーズしてしまいましたが手は動き始めました。切りすぎた部材の本体に戻したい部分をカットした上でそれを本体に戻すことにしました。ただかなり動揺していましたので部材を固定しないでカットしてしまい完全に失敗しました。一旦深呼吸してテープで留め直してカットをし直しました。だいぶ落ち着いてきました。なんとか修正できそうです。接着をしていきます。念のために確認して再度接着をすることにしました。壁の断面に接着剤を塗布し外壁の部材に接着をします。失敗したくないので別に使わなくてもいいのにピンセットで接着しました。接着をしたらしっかりと押さえます。接合部の隙間を埋めるために接着剤を隙間に流し込みます。流し込んだら再びしっかりと祈るように押さえました。内壁の部材も高さを調整しますので修正した外壁材をあてがいカットしました。京急線ホームから踊り場までの柱材は調整が難しそうでしたので思い切って新規に製作しました。外壁をあてがい全体を確認しながら作業を進めます。柱の位置がサイディングの目地に来るように微調整を繰り返しました。位置が決まったら余分な 1mm 角部をカットします。そして屋根を支える張り材を接着しました。踊り場部分の張り材を慎重に接着しました。踊り場から JR 線までの階段の柱材は修正ができそうでしたので修正をすることで解決しました。外壁内壁の天井部分に位置する場所に鉄骨がありましたのでプラ板を切り出して再現しました。外壁材の補修の接着剤が少し乾燥したのでヤスリがけをしました。外壁のサイディングは目地の隙間がきっちり確保できるように調整をしました。確認をしたら接着をしていきます。 H 鋼も少し太さが気になっていたので思い切って作り直しました。今回何回 H 鋼を作っているのかだんだん自分でもわからなくなるくらいに H 鋼を作っています。なお失敗した H 鋼は廃材置き場のジオラマなど他で活躍してもらいます。床材を H 鋼の間に接着をしたら続いて踊り場を製作しました。今回は床バー工作を多めにご紹介しました。次回は下地塗装までをご案内します。ここまでご覧いただき誠にありがとうございます。